皆様、こんにちは。東京大学工学部電気電子工学科のレイルク・アインです。本日は、電子はナノ世界でどう動くのか、半導体デバイスと量子力学の話というテーマでお話ししたいと思います。我々の身の回りに、スマホや AI、通信、自動車、医療機器など、現代社会の多くの技術は目に見えない、ほど小さな電子の動きを制御することによって成り立っています。今日の講義ではですね、難しい数式を追うのではなく、電子をどう動かして、どう止めて、どのように情報として使うのか、それを半導体デバイスの例から一緒に見ていきたいと思います。ナノ世界では電子は私たちの日常感覚とは、違う振る舞いをします。その不思議さと、それを工学に変える面白さを感じていただければと思います。よろしくお願いします。まずは半導体はどこにあるのかということを考えてみましょう。この写真にはですね、スマホやパソコン、カメラ、通信機器、車、家電、ロボットなどが並んでいます。これらは一見すると全く別の製品に見えますが、共通しているのが中に半導体チップが入っていることです。スマホで写真を撮って、AI で画像を認識して、通信でデータを送って、車でセンサー情報を処理する。そのような裏側にですね、半導体の中で電子が流れたり、止まったりしています。つまり、半導体は研究室だけの特別な技術ではなくて、私たちの生活を毎日動かしている基盤技術となります。ここからその中身を少しずつ入って見ていきましょう。まず、エレクトロニクスという言葉がありますね。エレクトロニクスとは非常に簡単に言いますと、電子を操る技術だというふうに言えます。電子というのがフル電荷を持つということが、皆さんもお馴染みにあると思います。そのために電荷をかけますと力を受けて動きます。これは滑り台の上にボールを転がるようなイメージですね。中央の写真のように、電子をこの量子移動という小さな空間に閉じ込めるものを書いています。このようなナノメートルサイズの構造を作ると、電子のエネルギーがこういうふうに離散化された値をとっていて、人工的に設計できます。さらに、これにですね、光を当てますと、電子がそれを吸収して低い順位から高い順位に移すことができます。逆に、高い順位から低い順位に落ちて光を放出するということもあります。これが、現代我々が使っている発光ダイオードやレーザーの基本原理となります。このように電解で動かしてナノ構造で閉じ込めて光でエネルギーを変える。このように電子を多面的に操ることが現代のエレクトロニクスの基本だというふうに言えます。ではですね、この電子はどのようなものなのかということを今回ちょっと見ていきたいと考えています。先ほど述べたように電子は負の電荷という価を持っていますが、これによって電解で制御できます。一方ですね、電子がもう一つ顔を持っているのが、スピンという概念があります。このスピンは、磁石のような性質を持っていて、磁場や磁界で制御することができます。本日の中心的な問いとしてはですね、この電子がナノ世界でどう動くのかということを話したいと考えています。まずはスマホの中で電子がどう流れているのかを、半導体という材料から見ていきたいと考えています。次にトランジスタという、極小スイッチを、どのようなものなのかを説明いたします。トランジスタは電子の流れをオン・オフすることで、コンピューターの0、1を作り出します。その後ですね、トランジスタをどんどん小さくしていきますと、電子を単なる粒として考えるだけでは足りなくなります。電子はもう一つの性質として波として広がって、トンネル効果のような特殊な量子力学的な現象が現れます。最後にですね、電子のもう一つの顔であるスピンを積極的に使うスピントロニクス分野を紹介しまして、本日の流れは電解による制御から波としての電子、そしてスピンを使う未来デバイスへという順番で話していきたいというふうに考えています。まずここではですね、半導体そのものをちょっと見ていきましょう。半導体とはですね、非常に簡単な定義で言いますと、電気の流れやすさ、つまり電気伝導度ですね、が金属と絶縁体の中間にある材料とそうします。
代表的な半導体としてはシリコンという材料があります。このシリコンはですね、結晶で見ていきますと、この1つのシリコンが周りの4つのシリコンと手を、積んでですね、結晶を作ります。シリコンの周りにちょうど4つの電子があるので、この結晶の中に自由に動けるような電子が少ないというのが新生半導体の場合となります。で、このシリコンに、例えば、リンのような周りの5つの電子を持つ原子を、少量に入れることによって、この余った電子がこの結晶の中に自由に動けます。この負の、電子、チャージの電子が電気伝導を担うことになりまして、これ N 型半導体と呼んでいます。逆に、包素のような、周りに3つの電子しかない元素をドーピングしますと、1個の足りない電子が、正のキャリアとして振る舞っていて、正光と呼んでいます。この正光が、電気伝導を担うような半導体は P 型半導体と呼んでいます。実際ですね、この P 型半導体と N 型半導体をつなげて P-N 接合を作る場合が多いんです。その界面では、電子と正光が中和して、キャリアがいない空母層が形成します。この空母層の内部電解によって、電気伝導が片方向しか流れないという整理特性ができます。この P-N 接合ではですね、例えばダイオードや発光ダイオード、あるいはトランジスタなど、ほとんどの、電気電子デバイスの、基本構造となっています。このように、半導体は単に、電気を流す材料だけではなく、電子と正光を設計して、情報処理や発光を作り出す材料だというふうに考えることができます。次にですね、半導体デバイスの主役であるトランジスタを、説明していきます。現在の半導体チップに入っているトランジスタの多くは MOSFET という構造が基本となっています。MOSFET はメタルオクサイドセミコンダクターフューエフェクトルトランジスタ、というふうに略し、金属半導体酸化膜半導体からなる電解効果トランジスタというものです。ここでは P 型 MOSFET を例に持って説明したいと思います。この図を見ていただきますと、まず横方向からですね、N 型半導体でできる総数とドレンがあります。そして真ん中に挟まれる P 型半導体というチャンネルがあります。いわゆる NPN 接合となります。また、上下方向を見てみますと、まず金属のゲートと酸化膜による絶縁膜ですね。そして半導体チャンネルからなるコンデンサー構造となります。電子はソースからドレンに流すときに、その通り道であるチャンネルでは正光しかありませんので、電流が流れません。そこでゲートで圧をかけて、コンデンサーの動作でチャンネルにですね、このプラス電荷のホールをもうちょっと追い出して、で、どんどんゲートで圧を大きくしますと、今度は負の電子がここに集まってきて、反転チャンネルがこの界面にできるというふうになります。そうすると、電子がこのソースからドレンに流れることができまして、トランジスタがオン状態になるというふうになります。逆にゲートの圧をなければ、この反転チャンネルが消えますので、電流が流れなくなります。つまりトランジスタがオフ状態となります。このように MOSFET はゲート電圧で電子の流れをオン・オフする極小スイッチとなります。これはですね、ダムと水門のイメージとして理解することもできます。水門を上下させることによってですね、この水がこのソースかドレンに流れる、そんな流れで制御することと同じ機構となります。このオンオフの操作ですが、コンピューターの0と1の2つの状態を表しています。しかも、この切り替えの時間が非常に速くてですね、約100ピコ秒程度という時間となります。ピコ秒というのが1兆分の1秒です。私たちが画面をタップする間にですね、チップの中では、キーが遠くなるほど多くのスイッチが実際起きているわけですね。そしてトランジスタはこの寸法を小さくすると性能が上がるという驚き性質があります。その理由は大きく分けて4つあります。1つ目は電子の移動距離ですね。ソースからドレンに流れる距離が短くなることです。チャンネルが短いほど電子がソースからドレンに短い時間で移動できます。2つ目はゲートの充電・放電が速くなることですね。
ゲートは先ほど説明したように、小さなコンデンサとして振る舞っています。小さなコンデンサほどですね、電圧を上げ下げするのが速くなります。3つ目は、必要なエネルギーが減るということです。スイッチングエネルギーはおおよそですね、容量 C、このゲート容量 C と、動作電圧 V の事情に比例します。ですので、このトランジスタを小さくすることによって、容量 C を小さくすることができますので、少ない、電気あるいはそのエネルギーで、動作できることになります。最後にですね、4つ目は、同じ面積には、もしトランジスタを小さくできれば、より多くのトランジスタを詰め込むことができます。小さなスイッチを大量に並べることで、AI 計算や、画像処理などですね、そのような、複雑な情報処理が、可能になります。このようにですね、小型化する、と、トランジスタが速さ、その省エネ、高機能化することが実現できる。これまでトランジスタの発展してきた原動力となります。これは歴史を表すのが、モアの法則というものがあります。モアの法則はですね、この図にあるように、集積回路に入るトランジスタの数がおおよそ1年半から2年で倍増してきたという経験則となります。この図ではですね、縦軸が対数になりますので、この直線的に増えてくるという傾向は、実はそのトランジスタの数が数関数的に増えているということを意味しています。これを実際のデータを見ていきますと、これは1970年代にはですね、一つの回路には数千個程度のトランジスタが入ったわけですけれども、現在では数百億、そして将来のパッケージ全体ではですね、1兆個を目指すというレベルとなっています。これはすごいですね。で、半導体はですね、シリコンウェイハーと呼ばれるこの円盤の上に作られます。現在、よく使われているウェイハーが、この写真にあるように、直径が30センチ程度です。その厚さが約 0.5 ミリとなります。この1枚のウェイハーの上にですね、同じチップがたくさん、並べて作れるというふうになります。このスライドではですね、このウェイハーの中に1500個のチップが入っています。で、1チップあたりの約400億個のトランジスタがあるので、このウェイハー全体で約60兆個のトランジスタという桁が示されていますね。この60兆個という数は日常感覚でほとんど想像できません。しかも微細加工技術によってですね、1億個のトランジスタあたりのコストはなんと2円となります。非常に低くなります。ここが半導体産業の凄さです。ナノメートルのスケールの精密構造を、研究数の1個の資料としてではなく、産業として大量に再現性よく作っているということですね。ここもう一つの例を見せます。これはインテルの Pentium プロセッサーというものの内部の写真です。この、たくさん色の違いや領域の違いはですね、様々な機能のブロックや配線の違いを反映しています。上から見ると、まるで、都市の地図のように見えますね。こういう大きな空間は、計算を担当する部分やメモリを、担当する工場、そして制御回路などが、相当します。そして、細かい、線はそれらを結ぶ配線となります。例えば都市では道路があってですね、人や物を運ぶように、チップの中でも配線が、電気信号を運びます。この1枚の写真の中にはですね、目では見えないほど、小さなトランジスタが多く集積されています。つまり、コンピューターは巨大な一つの機械というよりは、ナノスケールのスイッチが実地よく並んだ電信の都市と言っても良いかもしれませんね。次に、チップ内部の微細配線のもう一つの例をちょっと見ています。これはですね、実際の線無上を参考にしたイメージ写真ですが、半導体チップの中にどれだけ複雑かをよく表しています。トランジスタはスイッチですが、スイッチだけでは回路にはなりません。そのスイッチ同士のつなぐ配線が必要となっています。最先端の配線幅ですね。この幅が10ナノメートル程度になりまして、つまり髪の毛の1万分の1よりもさらに細い世界となります。それが何層にも積み重なりですね、チップ内部を縦方向や横方向に走っています。
一つのチップの配線を全部つなぐと、なんとその全長が数キロメートルから、10キロメートルに達するということも言われています。このような小さなチップの中に、非常に長い電子の、道路が折りたたまれていてですね、と考えるイメージと考えるとイメージしやすいというふうに思います。このようにですね、モー法則に沿ってトランジスタがどんどん小さくなってきました。我々が髪の毛が、だいたい数マイクロメートルオーダーとなりますね。で、ウイルスが、100ナノメートル程度になりますが、最近のトランジスタがもう数ナノメートル程度になって、本当に原子の数個から数十個分の、世界になってきました。この写真にあるように、そのトランジスタのサイズだけではなくてですね、その形も、どんどん、変化していって大きく変わってきました。これについては後ほど説明します。トランジスタがナノメートルになりますと、そのナノ世界では避けては通れない量子力学の話が重要になってきます。量子力学は100年前からできている学問ですが、その基本概念の一つが物質の粒子と波動の二重性ということがあります。これはどういうことなのか説明したいと思います。まず光について考えましょう。光は電磁波としてよく知られていますが、アインシュタインは光は光子という粒の集まりとしても振る舞うことを示しました。一つの光子はプランク定数 h とその振動数 μ の積である h のエネルギーを持つということを提案しました。一方、ドブロイは電子のような粒子でも波の性質を持つんじゃないかということも提案しました。例えば、運動量 P を持つ粒子はラムダイコール h over p という波長を持つ波に対応するというふうに考えています。これはドブロイ波長と呼んでいます。この表を見ていただきますと、例えば人間のような大きな物体はドブロイ波長は非常に短く、日常生活では全く見えません。しかし、電子では話が違います。例えば 100V や 10kV で加速した電子を考えますと、そのドブロイ波長が10のマイナス10乗メートルになりますので、これは原子の間隔に近いスケールになりました。つまり、ナノ世界では電子の波としての性質が実際にデバイスの動作に影響してくるのです。では、電子は、粒なのか、それとも波なのかということですね。答えは、先ほど述べたように、量子力学では両方の性質を持つということが、答えとなります。この左側の図ではですね、電子を粒として描いています。粒として考えると、電子は位置を持って電解や磁界から力を受けて動きます。これは回路やトランジスタを理解する上でとっても便利ですね。しかし、中央の図のように電子は波としての性質を持って空間にも広がります。波なので、重ね合えば干渉をします。そして、右側のナノスケールの半導体チャンネルですね。ここでは、この波としての広がりがデバイス寸法と同じくらいになります。そうすると、日常世界では電子を粒として扱っても十分ですが、ナノ世界である小さいデバイスではですね、波としての性質が、その顔を出しているというふうになります。ここが、半導体デバイスと量子力学がつながる、重要なポイントとなります。電子が波として、振る舞うことを、うまく示す代表的な実験が一つあります。それがヤングの二重スリット実験です。ここでそれを説明します。この図ではですね、電子を加速して、この2つの細いスリットに向けて飛ばします。その先にはスクリーンがあります。右側は、その実際のシミュレーションの、配置となります。ここではですね、電子がこういう狭い空間を取ったときに、真ん中のその電極で左右方向に曲がります。もしこの電子が単なる粒であれば、電子が右か左かどちらかのスリットを取ってスクリーンにぶつかります。で、こういう粒の性質であれば、このスクリーンには2本の電子しか、2本の、その形になります。しかし、電子が波だったら、この2つのスリットから出た波が重なって強め合う場所と弱め合う場所ができます。
その結果、干渉島が現れます。ここで不思議なのはですね、電子を一つ、一個一個ずつ送っても、最終的には干渉島ができるということが、この有名なヤングの二次有スリットの実験となります。つまり、電子は一個一個は点として検出されるのに、その分布は波の干渉を示すということです。ここから数枚はですね、電子がスクリーンに1個ずつ到達していく様子を示します。最初ですね、このような電子を1個ずつ送りまして、この後ろのスクリーンに当たります。電子の数が少ないときは、どこに点が出るのかほとんど予測できません。バラバラに見えます。ここではまだ波の模様が見えていませんね。そして、電子を送り続けると、点が少しずつ蓄積していきます。まだ完全なランダムではなくてですね、出やすい場所と出にくい場所が少しずつ見えてきますという結果となります。次にですね、どんどん電子を打っていきますと、この段階になりますと、スクリーン上には薄い島のような分布が見え始めます。電子は1個ずつ来ているのに、全体として波の干渉を反映する形になっていきます。一つ一つの電子は点として検出されますが、多数のを集めると、波の模様が現れます。ここに、量子力学の、不思議さが非常によく表しています。電子の数が増えるほど明るい部分と、暗い部分ですね、がはっきり、していきます。これが波が強め合う場所と、弱め合う場所の違いに対応しています。電子をさらにたくさん送りますと、干渉島がより明瞭になりますね。ここの結果は偶然に見えても、全体としては確率分布が非常に規則的に現れます。このように電子は粒として検出される一方で、波としての干渉も示しているという実験結果となります。このスライドではですね、先ほどの電子の数を増やした時の変化をまとめています。10個では点が少なすぎて何の規則性も見えていません。100個、3000個を増やしていくと、だんだんその縞模様の兆候が見えてきます。2万個、7万個になりますと、干渉島がはっきりと見えてきましたね。ここでのポイントは、電子の波は存在確率を表す波だということですね。つまり、波の振幅が大きい場所ほど電子が見つかりやすく、振幅が小さい場所では見つかりにくい。そういう意味を持っています。電子がどこに現れるのかは、一個一個では確率的ではありますが、多数の結果を集めると、ハロー関数で決まるような分布が見えてきます。半導体デバイスでもですね、このナノスケールでは電子を、点の軌道だけでなく、その存在確率を表すハロー関数の広がりとして、その設計する必要がありますね。ここではちょっと余談ですが、もし私たちがナノメートルの大きさまで小さくなったら、世界の見え方はどう変わるのかをちょっと考えてみたいと思います。日常の世界ではですね、人は一つの場所にいます。ところが、どんどん小さくなってナノメートル、その世界に入ると、量子力学が支配する世界になりますので、一つの場所には完全に決まっているのではなく、複数の場所にある確率を持って存在することになるんだろう。これはハロー関数で表します。このスライドの人の絵がだんだん薄くなって複数に分かれているのは、電子が同時に複数の状態を持ち得るというイメージを表します。このような状態を量子重ね合わせ状態と呼びます。これは量子力学の基本概念の一つです。もちろんこれは人間が本当に何人も分かれて、そういう話ではありません。日常のサイズではですね、そのブロイ波長があまりにも短いので見えないだけです。しかし、電子のように小さな粒ではですね、こうした量子力学の性質が実際に現れます。量子力学の代表的な現象の一つがトンネル効果というものがありますので、それをここで説明したいと思います。
日常世界ではボールがですね、壁にぶつかったら、そのエネルギーが、もしこの壁の高さより足りなければ、この壁を越えることができません。しかし、電子は波として、広がるために、この壁が薄ければですね、この中に波が染み込み、ある確率で反対側の方にも現れることがあります。これをトンネル効果と呼びます。もちろん、どんな壁でも自由に、通り抜けられるわけではありません。壁が厚いほどですね、また壁が高いほどですね、すり抜ける確率は小さくなります。しかし、このナノスケールではですね、壁の厚さが数ナノメートル以下になるために、この確率が無視できなくなります。現代のエレクトロニクスではですね、トンネル効果を活用するような場合もたくさんあります。例えば、この操作型トンネル顕微鏡ですね、あるいはフラッシュメモリという、今結構パソコンに入っているメモリとして活躍しているものが、その中にトンネルエネルギーを活用しているということになります。一方でですね、トランジスタでは困る、このトンネル効果によって困る場合もあります。前のスライドではトンネル効果を量子力学的の不思議な現象として説明しました。ここではですね、その現象がトランジスタでどう問題になるかを説明していきます。トランジスタでは電子を流したいときには流します。止めたいときには止めるという必要がありますね。しかし、微細化が進むと、ゲートの絶縁膜やこのチャンネルの、障壁が非常に薄くなります。すると、オフ状態でもですね、電子が障壁を上のようにですね、すり抜けることがあります。これトンネル効果によるものです。そうすると、一つはこのゲートの絶縁膜を、通ってしまうと、このゲート陸電流が流れます。もう一つが、ソースからドレインに本来は閉じているチャンネルとなりますが、このチャンネルの障壁を越えてですね、電子がトンネルして流れるリークとなります。この電流は上処理には役立たず、待機電力増やしてですね、回路の発熱の原因となります。皆さんスマホを使っているとよくわかりますが、スマホを使ってない時にもですね、電力が消費されるということはよく見られる現象でありますね。あるいは AI チップなどが、すごく省エネ力が高くて、すごい熱くなる。最近は、グローバルなエネルギー問題にもつながるということもよく耳にするだと思います。ですので、トランジスタ小さくすると速くなりますが、小さくしすぎると電子を完全に止めることが難しくなるという問題が出てきます。そして、微細化の問題はですね、先ほどのトンネル効果だけではありません。もう一つの重要なのが、この単チャンネル効果という問題も出てきます。トランジスタでは、本来はゲートがこのチャンネルの電子を制御しますね。で、長いチャンネルでは、ソースとドレインが十分に離れていて、ゲートが作るこのチャンネルの障壁ですね、あるいは電子を、その制御することができて、ソースからドレインに流れる電子を、止めることができました。この左ノズルではですね、そのオフ状態で電子がほとんど流れていません。一方、右側の、この、非常に小さいトランジスタではですね、この、ソースからドレインにチャンネルの長さが非常に短くなります。そうすると、このドレイン側、あるいはソース側の、その内部の電解ですね、もこのチャンネルの中に深く入り込みですね、ゲートだけではこの障壁を保つことが難しくなります。この障壁が低くなりますと、敷地電圧が下がって、オフ電流が増えます。つまり、ここのままだと、スイッチとしては理想的ではなくなります。ここで大切なのはですね、トンネル効果は電子が波としてこの壁をすり抜ける問題に対して、単チャンネル効果はこの構造が小さくすぎて電荷による制御が効きにくくなる問題だという違いがありますね。このように微細化すると、量子力学的な物理によってですね、いろいろ問題になってきます。
そうすると、微細化には限界が見えてきたら、半導体の進歩が止まるのでしょうか。答えは止まりません。まだ止まっていないんです。ただし、その進み方がちょっと変わります。単に小さくするだけではなくですね、構造を変えて、材料を変えて、使う自由度を増やしていくというのが、最近の動向となります。そして、それで登場したのが、このフィンフェットというものですね。チャンネルをフィンのように立ち上げてですね、ゲートが上からだけじゃなくて、側面からも制御をします。さらに進むと GAA、ゲートオーラウ構造になりますね。この構造です。これはナノシート上のチャンネルが、このゲートを周囲からですね、包み込む構造となります。電子の通り道をこの4方向から制御することで、短いチャンネル効果、単チャンネル効果を抑えることができます。そしてですね、この右端にある写真のように、最近は、3次元集積やチップレットという技術が発展してきました。この平面上に詰め込むだけではなく、縦方向にも積んで、複数のチップを組み合わせる発想となります。微細化はですね、単に小さくする競争ではなく、電子をより確率に操るために、形や材料、積み方を進化させる工学なのですね。半導体の進歩は、いわば小さくする競争から、最近は電子をより賢く設計する競争へ関わりつつあるということも言えるでしょう。そこでですね、半導体デバイスの進化のために、電子のもう一つの顔であるスピンにも、最近大変注目されています。電子には先ほど説明したように電荷だけではなくスピンという性質があります。これは古典的に見れば電子が地球のように自転するというイメージですね。で、一般的にはですね、電子が一つの小さな磁石のようなというふうに考えることが分かりやすいだろうと思います。しかし、実際はスピンは完全に量子力学の概念であるため、この古典的なイメージは正確ではないというふうになります。スピンのすごく面白い説話としてですね、ある方向に基準に測ると、スピンは必ず上向きと下向きという2つの状態しか観測できないということになります。この2つの向きは情報の0と1のようにも使えるというふうになります。そして、我々の周りに強制体、磁石ですね、がたくさん使われていると思いますが、磁石の中にですね、実は多くの電子スピンが同じ向きに向きやすくなるという環境となります。完全に全員が同じ方向に揃うわけではありませんが、片方のスピンを持つ電子が多くなるために全体として時価が現れます。ここが磁石と電子スピンの結ぶ基本的な概念となります。強制生体の中にですね、電子のスピンの向きによって実はその電子の通りやすさが変わります。例えば左の例え話ですけれども、自転するボールがですね、同じように回っているポールにぶつかる様子を表しています。その向きの相性が良い場合には、通りやすく、そして相性が悪い場合はぶつかりやすく、そういう直感的な説明となりますね。中央の図には本当のイメージを描くんですけれども、磁石の中に時間の向きに対してあるスピンの電子が散乱されにくく、反対向きのスピンは散乱されやすいというふうになります。実際にはどちらかが散乱されやすいかというのが材料によって決まります。強制体の中ではアップスピン、上向きスピンと下向きスピンの状態密度、つまり電子が入れる状態の数が異なります。この下の図に書いてあるようにですね、この上向きスピンと下向きスピンの数が違います。そうすると、使える状態が多いスピンの方が、よく散乱されるというふうに考えられます。実際の材料では、このアップスピンとダウンスピンどっちが多いかということによって、どっちのスピンが取りやすいか、取りにくいかということが決まります。そして右のようにですね、材料中の例えばスピンがバラバラになる状態は、両方のスピンの電子が散乱されやすく、その全体の抵抗が高いという状態となります。
一方ですね、例えば外部磁場でこの在留中のスピンを揃えてあげると、片方の電子、スピンの電子が通りやすくなって、抵抗全体が下がります。このように、その強制体の中にですね、スピン方向によって電気伝導を制御することが可能になるというふうになります。なので、この磁場による抵抗変化が、一般的に磁気抵抗効果と呼んでいます。このスピンによる抵抗の変化を大きく利用したのが GMR と TMR という2つの現象です。GMR はジャイアンツマグネトレシスタンス、巨大磁気抵抗効果と呼びます。TMR はトンネル、マグネトレシスタンス、トンネル磁気抵抗効果と呼んでいます。その基本構造はこの ① と ② で表していますが、どちらも2つの磁性層からが1つの非性層を挟んだ構造となります。で、この2つの磁性層ですね、の磁化方向が、平行化、あるいは反平行化によって、電子の通りやすさが変わり、抵抗が大きく変化する現象となります。例えば平行の場合ですね、あるスピンの電子が比較的に通りやすいということなので、全体の抵抗が低くなります。逆に反平行になる場合は、両方の電子のスピンの電子が通りにくくなるということなので、全体の抵抗が高くなります。TMR 現象ですね、この2つの磁性層の間に薄い絶膜があって、すると電子がトンネル効果で通過するという違いがあります。ここでトンネル効果はですね、先ほどの困る現象ではなく、むしろ役に立つ現象として使われています。このようにですね、磁化の向きでこの抵抗が低い、高いということを0と1で記憶して、抵抗の代償として読み出すこともできます。例えばそれが次世代のメモリで期待されているMRAM、マグネティックランダムアクセスメモリの基本となります。また、この GMR と TMR ですね、実はハードディスクの読み出しヘッドに使われていて、実機記憶の高密度化に大きく貢献しました。このために、この GMR を発見したこのピーター・グルンベルグとアルベ・フェルトという2人の研究者が2007年にはノーベル物理学賞を受賞しました。このように、磁石の磁化方向によって大きく電気抵抗を制御することができ、様々な技術に応用されているということがあります。そこでですね、この GMR と TMR の現象を半導体デバイスへ応用するということも最近すごく期待されています。その代表的な例としてはスピントランジスタというものを紹介したいと思います。この図にあるように、スピントランジスタでは、基本的に MOSFET の構造にしていて、ただし、ソースとドレーンを強制体で作成します。とすると、通常のトランジスタではですね、このゲート電圧で電子の流れをオンオフし、論理演算を行います。しかし、電源を切ると、その状態を、基本的には失われています。一方、磁石の向きは電源を切っても残りますので、この強制の総数とドレーンを、それで電気抵抗を制御できると、これは記憶機能もできるトランジスタとなります。例えば、この2つのソースドレーンが、その方向が平行の時ですね。平行の場合、このソースから流れるスピン変革電流が反対側のドレーン電極に到達するときに、その磁化の方向が平行であれば電流が流れやすいということになりまして、出力が大となります。逆に、このソースとドレーンの磁石の方向が反対側に、反平行になりますと、ソースから出てきた、スピン変革電子がこのドレーンに到達すると、ドレーンの磁化が反対方向に向いているので、この電子がうまく入らず、このトランジスタの電流が小さく抵抗が高いというふうになります。このように出力がその磁化方向で決定できますので、パワー供給なしでもこの状態を保持できまして、記憶可能なトランジスタになるということが期待されています。
このようにですね、その小数と連間の時間が平行と半平行配置になると、出力電流が高い、低いということが制御できるというのがスピントランジスタの特徴となります。この記号はスピントランジスタの記号として提案されています。で、スピントランジスタを使うことによってですね、例えば何も動作しないときには、その供給するパワーをオフしても、その情報が失わないので、ほぼ自動的な消費電力をカットすることができるので、これは消費電力を下げることに大きく貢献できるというふうに考えられます。そして、もう一つの、いい点としてですね、例えば回路の中にこのスピントランジスタを使うことによって、一度作った電子回路でもですね、このスピントランジスタの総数とドレインの配置が平行と半平行を切り替えることによって、この電子回路の機能を書き換えることができる。いわば柔らかいハードウェアを作ることができます。例えば、この例ではですね、この難度という電子回路の中にもし片方の MOSFET をスピン MOSFET でできれば、このスピン MOSFET の時間配置が平行から半平行に変えると、難度からノアに切り替えることができます。このようにですね、このスピントランジスタが作れることができれば、この半導体ベースの不揮発メモリとして機能できまして、消費電力は非常に極力に下げることができ、そして再構成可能な論理回路ができるということなので、次世代の、その論理回路、そして、AI チップに向けた、論理回路として非常に期待が高まっているというふうになります。最後に、本日の内容をまとめたいと思います。まずですね、電子には電荷があり、電荷によって流れを制御できます。これを利用した代表的なデバイスがトランジスタということですね。スマートフォンや AI 通信を支える基本的なスイッチとなります。このトランジスタを小さくすると、速くなりますが、省エネになります。たくさん集積ができますので、これまでこのトランジスタを微細化してきたということになります。しかし、小さくしすぎると、電子が波としての性質が見えてきます。その代表的としてトンネル効果による、リーク電流や単チャンネル効果によって電子を完全に制御することが難しくなります。そこで、トランジスタの構造を変えたり、材料を変えたり、3次元に積んだり、そしてスピンという新しい重量を使ったり、といったような、新しい発想が必要になってきます。ナノ世界は、不思議ではありますが、その不思議さを理解してですね、設計し、社会を動かす機能に変えるのが電気電子工学です。本日の講義を通じて、この半導体デバイスが単なる部品ではなく、量子力学と工学が出会う非常に面白い世界だと感じていただければ幸いです。本日はありがとうございました。